榊原康政の生涯。どうする家康に学ぶ日本史。最後まで意地を貫いた武将。榊原康政は徳川四天王の一人だが、小牧・長久手の戦いでは敵の羽柴秀吉が康政の首に10万石の賞金をかけるほどの活躍を見せた。榊原康政の生涯を詳しく見ていこう。康政は父榊原長政の次男として1548年天文17年に三河で生まれた。幼少の頃の康政はおかめと名乗り、松平氏の菩提寺大樹寺の地僧に師事し、徳川家康の重臣酒井忠直に仕えていた。ところが大樹寺を訪れた家康はおかめの才覚を見抜いて、忠直からもらい受けるとまだ15歳のおかめを小平太と名乗らせておそば好きにした。小平太は初陣となる三河一向一揆で功を立て、家康から康の一字をもらって康政と改名している。家康が手痛い敗北を喫した三方ヶ原の戦いにおいてさえ、康政の軍団は武田軍を打ち破っている。そして家康をはじめ味方が敗走したのを知った康政は、小高い丘に旗を立てて自軍の兵士を寄せ集め、悠々と戦場から引き上げたという。特に康政の幼名を天下に轟かせたのが1584年天正12年3月に始まった小牧・長久手の戦いである。この戦いは本能寺の変後の後継者争いで秀吉が織田家の天下を簒奪しようと画策したために起こった。秀吉はお市の方と柴田勝家を北の庄城で攻め滅ぼし、信長の三男信孝を自害させている。そのため信長の三男信雄の求めに応じて家康が立ち上がった合戦であった。秀吉が動員した兵力は12万であったのに対して、家康と信雄連合軍は合わせても2万程度であったと言われている。圧倒的に不利な家康であったが、先発した康政らが尾張平野を一望できる小牧山を陣取ったことで形勢は逆転する。康政は秀吉が信長の恩を忘れ、織田家から天下を乗っ取ろうとする逆賊であるという激文をしたためて、高札を各所に立てかけた。この高札を見た秀吉は激怒して、康政の首を取った者には望みの褒美を取らせるとのお触れを出している。そのため榊原康政は10万石を首にかけられた武将としてたちまち有名となった。小牧・長久手の合戦は信雄が家康には無断で秀吉と和睦したため痛み分けとなった。戦後に秀吉は家康を懐柔するために他家に嫁いでいた44歳の妹旭姫を45歳の家康の正室に送り込んでいる。家康も次男秀康を人質に差し出すことで両者の和睦が成立する。家康は使者に本田忠勝、井伊直政、そして榊原康政の3人を名代として京都に派遣した。この3人には人たらしの名人である秀吉も歯が立たないと家康は考えたのである。康政が上京すると
秀吉はわざわざ宿舎にまで駆けつけて康政と面会している。秀吉は小牧長久手ではそなたを恨み殺そうとしたが、今となってはそなたのような忠義者を持つ家康殿が羨ましいと語ったという。秀吉は人たらしとしても有名で、諸家の重臣を得意の饒舌で何人も引き抜いている。農民上がりの秀吉には古くからの家臣がなく、血族や親族も少なかった。そのために秀吉は大名の有能な家臣たちを引き抜くことで豊臣家臣団の強化を図ったのである。毛利氏の小早川隆景や安国寺永慶、大友氏の一族で重臣であった立花宗茂など多くの武将が秀吉の術中にはまっている。そして古くからの徳川家の重臣であった石川数正もやがて秀吉の毒牙にかかって家康の元を去るのである。それはともかく、その後も本田忠勝と共に家臣団のナンバー2として活躍した榊原康政は家康の関東入国で上野館林10万石を賜っている。関ヶ原の合戦では徳川秀忠に随行した康政だが、信濃上田攻めで手こずって決戦には間に合わなかった。しかし康政は秀忠をかばって家康を取りなしたために、以後秀忠は榊原家の安泰を図ったとも言われている。家康は幕府が安定した晩年には本田正信など優秀な役人を重用して康政ら武闘派の重臣を遠ざけた。そのために康政は正信を味噌と塩の勘定しかできない蝶の腐れ者と罵ったという。1606年慶長11年4月、康政の病が重く、家康が病状見舞いのために使者をよこした。康政は内臓がんがかなり進行していたようである。すると康政は床から起き上がりもせずに、殿にはそれがしは腸が腐って間もなく死ぬとお伝えくださいと言い放った。次に秀忠の見舞いの使者が訪れると、康政は上下の正装に着替えると丁寧に対応したという。康政は幕府を築いた古参の武将たちをおろそかにする家康と正信に痛烈な最後の抗議を行ったのである。最後まで戦国武将としての意地を通した榊原康政は同年5月、悪性腫瘍のために59歳で没している。